ちっちゃいねバリコン買ってきて作るのもいいんですけど、 DIY 的になんか電子工作というかね、プラス DIY 感覚でいくとですね、やっぱりコイル、を可変インダクタンス式にね、バーで動かして選曲するっていうのができるといいんじゃないかな。まずはやっぱり基本のね主要部品のコイルを、これはですね、ポリウレタン被覆線を20メーターぐる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 巻いてます。ちょうどね、この芯にしてるのは塩化ビニールのパイプなんですけど、塩ビのパイプに20メーター巻いて、スライド、スライダックみたいにね、バーで鉄のバーでねスライドさせてやるとですね、ちょうど NHK 第1から一番上は東海ラジオまでちゃんと受信できてましたね。はい、これでねかっこよくコイルができてるような気がしませんか。なんかキラッと光ってね、いい感じじゃないかなと思うんですけどね。これがメイン部品で、この上を、金属、今回はホームセンターで買ってきたなんか鉄のね、何の部品だかよく分かんないんですけど、ちょうどいい重さと長さの部品があったんで、それをこのコイルのスライドさせることで、選曲するっていうのをねやってみました。煙突みたいですね。これがねメイン部品ですわ。はい。でこれ一部、コイルを設置するための、L ラグとかね、それから、この間、金属をね乗せるための台とはすでに設置してあるんですけど、であとはね、これを具体的に配線して、配線自体はゲルマニウムラジオなんで非常に至って簡単なんですけど、イヤホンのところにイヤホンと並列に負荷でね、最初抵抗をつけてなかったんですけど、抵抗をつけないと音あんまりうまく、このイヤホンの特性から全然聞こえないんで、はい、ということでこれが今、コイルはさっき作ったんで、このコイルをこの L ラグのところに設置してるシーンですね。一応ねこのコイルやっぱりがっちり、設置されていないとこのスライド式で、選曲するってできないので、L ラグと、ビスナットで割とがっちり固定してますね。だから今回はちょっとねややマニアックなんで、どうぞ真似してくださいというよりは意外と面倒くさいこといろいろやって、どちらかっていうとなんかね、ゲルマラジオなんですけど、かっこいいゲルマラジオが作れないかなと思ってやってみてる感じですね。性能的にはね別に300円のバリコンで選曲しても変わりないんですよ。それをあえてこの、エナメル線とこの鉄のバーで選曲するっていうのがね、なんかDIY、電子工作というよりも日曜大工っぽくて楽しいかなと思って、でやっぱりね特にね外国のゲルマニウムラジオ、外国ではねクリスタルラジオって呼んでるみたいですけど、すごい見られてる動画って、みんなこのやっぱりコイルを、の上をスライドさせ選曲するっていう、ここの部分の作るのが楽しいみたいな、映像が多いような気がして、ここをバリコンにしてしまうとつまんないかなっていうのもあって、ちょっとちゃんと選曲できる、コイルスライド式ゲルマニウムラジオっていうのを作ってみた。性能的にはね悪くなかったです。この塩ビのパイプが割と口径がでかいので、ゲルマラジオのコイルとしては、性能がいい。はい。でさらに制作が続いてるんですけど、あんまり細かいことは、ちょっと説明しませんが、ハンダゴテちゃんと使ってます。で部品としては、ゲルマニウムダイオード1本と、負荷抵抗というかね、イヤホンと並列に100キロオームの抵抗がかましてあります。最初一応最小限の回路としてはそこの抵抗もなくても
ゲルマラジオとして成り立つということなんですけど、そこにやっぱり抵抗を入れないと、このクリスタルイヤホンの特性のせいか、音があまり大きく出ないですね。はい、これは今何をやってるのかな。ハンダ付けして、コイルの片側が、グランドで、もう片側はこのスライドで接触なので、コイルでいうと、一方は何も接続してない状態ですよね。片側はグランドで、その接続してない代わりにこの鉄のスライドさせて接触させていくっていう、そういう形になるんですけどね。はい、ゲルマラジオなんで考えれば分かるんで、一応回路図かなんかね、ちょっと、回路図ってほどのもんでもないんだけど、ゲルマラジオだからこういう回路ですよっていうのは後で入れときますけど、はい。でこれはあれですね、これ結構重要なんですよね。このですね、鉄は導体なんでいいとして、でこの接点はこのゴムの持ち手の下にある、ビスナットで留めてあるんですけど、そのビスナットが鉄と接続しているので、ビスの頭が、このあれですね、コイルに、接触している。これ意外とね、ちょうどよく滑ってそれなりに接触して案外調子いいですね。引っかかりもせずに。ここのね、その接点の作り方意外と考えたんですけど難しいんですね。とんがりすぎてると引っかかっちゃうしね。あとコイルを巻くときにガタガタ巻いちゃうと、うまく選曲できないっていうかね、ボンボン飛んじゃうんですけど、これ割とスラッとね、なんていうんですか、スライダック風にですね、スムーズに、インダクタンスが変わるようなのができたのが、比較的巻き方がきれいに巻けたのと、このビスの頭をセットにしてやったっていうのがちょうどいい滑り方してね、なかなかいい感じでできたんですけどね。はい、はい、これ今全部つなげてますね。っていうかアンテナつなげて、イヤホンをつなげて試し聞きを一度してみたと。これね、この時は実はですね、負荷抵抗、イヤホンと並行した抵抗がつけてなかったんで、いまいち聞こえなかったんですよ。ゲルマニラジオの制作失敗するかと思ってちょっとね、愕然としてたんですけどね。はい。はい。ですね、これでもう完成して、ちょっといろいろごちょごちょ実験してるんですけど、最初、イヤホンのね、グラウンドと、オーディオアウトプットの間に、抵抗を入れてなかったんですけど、一応その回路でもケンパしてゲルマラジオとしては成り立つことなんですけど、このイヤホンとの相性なのか、そこにやっぱりね、抵抗1本かませないと非常に音小さかったですね。でそこに、この100キロオーブの抵抗を今かませてるんですけど、かませて、もうこれハンダ付けしちゃってますけどね、これをハンダ付けしたここの、グラウンドとこの抵抗の両端に、イヤホンをそうすると、非常によく聞こえましたよ。CBC 東海 NHK 第一は非常に大きな音で聞こえてましたね。この抵抗グラウンドとアウトプット、オーディオアウトプットで、そこに100抵抗をかませてある状態です。バッチリ聞こえてました。 CBC 東海ラジオ NHK 第一。はい、ご視聴ありがとうございました。はい、こんなことです。